皆さんこんにちは。観戦模型モデラーの一匹もんと申します。動画を見つけていただきありがとうございます。今回は一休み編パート2。前回の一休み編では観戦模型制作で便利な道具をご紹介しましたが、今回は観戦模型のディティールをぐっと上げてくれるエッチング。この動画ではそんな頼れるエッチングメーカーをご紹介します。素組みでもいいけどエッチングも使ってみようか悩んでいる、挑戦したいけどメーカーがわからない、どんなキットに専用エッチングがあるか知りたいといった方のエッチングデビューの参考になればと思います。それでは早速紹介していきましょう。5スターモデル。700分の1エッチング界のスペシャリストといえばこのメーカー。専用パーツは戦艦、巡洋艦に始まり、果ては海防艦まで。そのボリュームたるや凄まじく、キット全体が甲板から艦橋まで金ピカになるほどのボリュームを誇ります。専用のフルエッチングは商品ページを見ればお察しという感じですが、特に戦艦や巡洋艦は凄まじいボリュームなので、これからエッチングデビューするという方にはおすすめしづらいのですが、ぜひご自身の用途やキットに合うエッチングが出ているか探してもらいたいメーカーです。汎用パーツも艦首の菊花紋章から始まり、幻想、水密扉、機上、電端、魚雷に手すりとありとあらゆるパーツがラインナップ。お探しのパーツが必ずあるはず。その他 3D プリンターによる商品もリリース。最新技術による商品もどんどん投入しています。あと忘れてはならないのがエッチングではありませんが、信号旗のデカールです。デカールなのでとても薄くできており、アルミホイルと併用すればシールでは再現の難しい旗のなびかせも可能に、主も絶対に切らしたくないので何枚かストックしています。700分の1だけと思いきや、ウェーブの350分の1、冬好き用や最近では青島350分の1、いすゞ用にフルエッチングを発売。なおヤマトやナガトなどは通常版といわゆるデラックス版があるようです。値段も1万円近く変わってきますので、検討の際は気をつけてください。専用パーツは値段が高いこともあり、ショップによって結構金額に差があるようです。レインボーモデル。先ほどの5スターモデルと同じく多くのパーツを展開しています。フルエッチングも700分の1では戦艦、空母、巡洋艦と広範囲をカバー。こちらも艦全体が金ピカになるほどのボリュームのある内容。350分の1では青島用玉が出ているところがありがたいところ。主もいつか北方迷彩仕様で制作したいと思っているのですが、当分は積みプラになる模様です。汎用パーツに関しても700分の1だけでなく350分の1用もたくさん揃っています。ラビットや手すり、ラッタル、電端などの王道のものから滑り止めシート、艦載機、真鍮引物のボラードなどあらゆるパーツをフォロー。
中でも〇〇用関西亭セットや〇〇用火器完成装置シリーズが1箱でキットに必要な数が一式揃っていてとても便利です。レジン、3D プリントパーツも積極的に商品化している姿勢も5スターモデルと似ているなという印象です。空母になるとそれなりのお値段になりますが、戦艦や巡洋艦はボリュームを考えるとリーズナブルな価格設定。特に航空戦艦伊勢のエッチングは商品画像を見たら作りたくなること請け合い。こうして見ると熊やながら、いわゆる5500トン級軽巡用が豊富。古き良き軽巡が作りたいという方にぜひ使ってほしいメーカーですね。ポントスモデル350分の1をメインに船全体をフルディティールアップできる専用パーツを展開。エッチングだけでなく真鍮引き物にめっぽう強く、主砲や機銃の重心はもとより旗竿、キットによってはマスト、さらにはスクリューまで素晴らしい精度の仕上がりが期待できます。さらには広角砲などにはレジンパーツも。写真付きの説明書はとても見やすい親切設計。気になる価格は高いのですが、これだけ充実した内容を考えるとリーズナブルと感じてしまうほど、このエッチングだけでミュージアムクラスの艦船模型が仕上がります。ただし商品によっては入手難度は少々高めです。時々再販されますが売り切れていることが多い模様。そのため通販サイトによってはプレミア価格がついていたりすることも。ヤマトや武蔵用で7万以上とかの値段がついているものは定価より相当盛られた金額なのでお気をつけあれ。ヤマトに武蔵、長門に金剛、人気な船をバッチリ抑えてます。価格はやはり高いですが、そのボリュームは折り紙付き、渾身の作品に仕上げたいという方はぜひ。数年に一度くらいですが日本海軍艦の専用パーツの新製品も出ているようですので、今後も要チェックです。インフィニモデル350分の1スケールのタミヤ、カゲロウや雪風、長谷川もしくは富士見の島風をディティールアップするならこれ。人気の艦をしっかり抑えてますね。ポントスモデル同様、真鍮引き物にも強く、主砲や機銃の砲身、リール、バクライなどをスタイリッシュに仕上げることができます。こちらも写真付きの説明書がとても見やすかったです。汎用パーツのバリエーションは少ないものの、機銃や手すり、水密扉、空中戦の再現には欠かせないリギング、極細の真鍮線などをリリースしています。お値段は1万円ほど。作りやすい350分の1スケールでエッチングデビューという方、徹底的にディティールアップした雪風や島風を作りたい方にもおすすめです。フライホーク、鷹のマークが目印のフライホーク。他のメーカーにラインナップのない350分の1、青島、扶桑や伊勢、巡洋艦用のフルエッチングといえばフライホークです。主もマヤやながらでお世話になりました。ポントスモデルのような真鍮引き物、レジンパーツてんこ盛りとまではいきませんが、代わりのいない貴重なエッチングをリリースしてくれています。なぜかキット化されていない350分の1、空母千歳、千代田用のマストエッチングを発売していたりと個性的なメーカーさん。一体誰が使うんだ？まさかスクラッチモデラー用でしょうか？もちろんそれ以外の汎用パーツに至るまで種類は豊富です。
戦艦、巡洋艦に強さがありますね。中でもやはり350分の1、不装、伊勢の存在が大きいです。何気に航空巡洋艦最上のエッチングは現時点でフライホーク以外手に入りづらい気がするので結構貴重な存在です。なお藤見さんは同じ船でも複数のシリーズがある場合があります。購入の際はフィットするか要確認をお願いします。テトラモデル700分の1駆逐艦用のエッチングを得意とするメーカー。値段は約2000円前後の手頃な価格帯。タミヤ、長谷川、ピットロード、山下ホビーと様々なメーカーをカバーしているのも特徴。主はこちらのメーカーさんの商品はまだ入手したことがなく、ネット画像を無断使用するわけにもいかず、文字だけで申し訳ありません。ただサンプルページを見るにとても良さげな印象です。要所を抑えた内容で完成品を引き締まった仕上がりにしてくれるはず。また富士見純正以外で350分の1、加賀のフルエッチングを出している唯一のメーカーでもあります。内容はもちろん真鍮パーツも含まれており、レジンパーツもある模様。価格は約3万円ですが、内容を考えると安いと思えるほど、加賀を作るならぜひ手に入れたいところです。700分の1の駆逐艦エッチングデビューにぴったり。戦艦金剛、春名、空母赤城用エッチングも低価格なのが嬉しいところ。龍城があるのも面白いですね。リーズナブルに、でも仕上がりにもこだわりたいというモデラーさんにおすすめなメーカーです。エッチングによっては旧キットもしくは新キットのみ対応というものもあるようです。対応するキットの品番が確認できればいいのですが、購入の際はご注意ください。シップヤードワークス。ラインナップは多くはないもののマニアックな水上規模感のフルエッチング、700分の1各社大和用エッチングなど、このメーカーにしかない強みがあります。最近は富士見350分の1昇格用エッチングを発売された模様でとても驚きました。長谷川350分の1赤城のエッチングも出ています。純正のエッチングが手に入りにくいので貴重な存在ですね。木甲板シールも積極的に展開しています。特に空母用の木甲板シールだけでなくエレベーターや遮風柵のエッチングが付属しているものがあり、これが地味にありがたかったりします。お値段は700分の1駆逐艦や水上規模艦で5000円から1万円ほど。モデルによっては真鍮引物パーツや木甲板シールが付属しているものもあります。350分の1のフルエッチングとなると赤城や昇格で約5万円ほどとなっています。 Amazon や模型パーツ専門店のサイトを探してみてもらいたいメーカーです。 Amazon ではメーカー名を入れて新着順で並び替えると見つかりやすかったりします。最後に番外編。エッチングではありませんが、ディティールアップに絶大な効果を発揮するパーツメーカーをご紹介します。バンカースタジオ。完全無欠の 3D プリンターパーツをリリースしているメーカー。もはや置くだけシステムと言っても過言ではないその仕上がり。サポートから無事に切り出すことさえできれば、今までエッチングや真鍮引物で何時間もかかって作っていた機銃や広角砲がそれを上回る精度であっという間に完成。その様は将棋界の AI のごとし、作るという行為がもはや不要。モデラーの存在意義を奪いかねない恐ろしいメーカーです。人をダメにするクッションならぬモデラーをダメにするパーツ。散々ひどいことを書き連ねましたが、その精度は本当に素晴らしいです。ラインナップは主に機銃、広角砲、電弾、双眼鏡、羅針儀などの汎用のパーツ、冷戦、
99関白、97観光などの関西機など350分の1、7比100分の1ともにラインナップがあります。専用パーツとしては大和、武蔵、環境トップ、煙突、主砲、はたまたクレーンやそんなところまで出すというような細かな部分まであったりします。最近では長門や金剛、高尾やマヤといった巡洋艦までどんどんと裾野を広げてきています。お値段はパーツによりけりで700分の1の環境丸ごとや350分の1、大和の主砲ともなるとそれだけで350分の1戦艦キットが丸々買えるくらいの値段だったりします。使う使わないは別として商品ページを見るだけでも面白いメーカーです。軍艦堂、このメーカーは忘れるわけにはいきません。700分の1特化の純国産レジンパーツを販売している軍艦堂さんです。その商品のラインナップたるやおそらく存在しないパーツはないと思うほど王道のものからマニアックな箇所まで手厚くカバー、主砲に魚雷、広角砲、機銃に弾薬箱から水蒸気やカッターなどの艦載艇に至るまで国産メーカーさんなので商品説明も分かりやすく丁寧で価格も一部高いものもありますがほぼ980円ととてもありがたい設定です。キットパーツでは細かな造形が難しいパラベーンやキットにはほぼ入ってすらいない打兵信号標もぜひ取り入れてほしいアイテムです。緑と赤に塗装して取り付ければ色彩の少ない艦船模型でとてもいいアクセントになります。ホームページもありますので全艦船模型モデラーは訪問必須です。いかがでしたでしょうか。9つの頼れるメーカーをピックアップしてみました。もちろん主もごくごく一部のパーツしか手にしたことはないので使用感などはお伝えできず申し訳ございません。今回ご紹介しきれなかったメーカーもまだまだありますので艦船模型のディティールアップに迷った時はぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。各メーカーで入手の難しさに差はありますが一旦売り切れてしまうとなかなか次の機会がないというのも事実。場合によってはキットはないのにエッチングだけ買っておくかなんてこともしばしば。欲しい時に手に入らず作りたいのに制作に着手できないというのが一番もったいないと思います。大きな出費になることもありますが手に入る時に手に入れておくというのもありですね。エッチングは慣れないといや慣れても難しいんですが特に700分の1とか取り入りだ分だけ精度は高めてくれるアイテムたちです。皆さんの手で誰にも負けない艦船模型を完成させていただければ幸いです。また現在本編では富士見700分の1鈴屋を制作中です。エッチングもふんだんに取り入れつつ制作しておりますのでこちらもぜひご視聴いただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。続きが気になる艦船模型を作りたくなったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。